それ何なんですか？首に数字をはい、地球玉系南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。お願いします。とっくん、まずはですね、ちょっと皆さんにお礼をと、地球道チャンネル3000人を突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ね、とっくん12月から始めて、まあもう1年経とうとしている時ですよ。本当ですね。いや、こんなにたくさんの方に見ていただけるなんて本当当初思ってもなかったですね。ありがたいですね。いや、本当にありがとうございます。で、またコメントもすごくいただけるようになってきていて、でもう全部ちゃんと読んでますので、はい、もうすごく勉強になってますので、これからもよろしくお願いします。で、今回は実はですね、タミヤさんのエナメル塗料ゴールドリーフですね。これエナメル塗料じゃないですか。で、エナメル塗料といえばエナメル薄め液で希釈するじゃないですか。どうやらこれで希釈すると分離しちゃうという噂を聞きまして、で今回はちょっとそれが本当に分離するかどうかっていうものをちょっと検証してみたいと思います。なるほど。はい、では早速やってみましょう。それではタミヤさんのゴールドリーフをね希釈していきたいと思います。まあこれぐらいかな。3滴ぐらいまずは、まあいつもの感じでね。なんかね、割とちゃんと混ざってる感じがするけどね。大丈夫そうじゃないですか。あら、ほらほらほら、めっちゃ綺麗じゃない？あれあれとくこれちょっとこれ溶けてる気がするんだけど、ちょっとあれだな、とく量を増やしてみようかなこれぐらい入れちゃえ。普段の倍ぐらい。とっくん、なんかあれですね、噂は本当だったよ。とっくん、これはすごいね。これ失われた輝き。コナンになっちゃってる。すごいね。すごい。ほら揺らしたらほら、すごい粉と液体がほらすげえ、すごい完全に分離してる。砂金みたいですね。そうだねこんな感じで取るもんね。こうやってこしながらね、これはでもね、定界では有識事態ですよこれは使い物にならない。これを誰が金色と言うだろうか。本当に混ざってない。はい、こんな感じになります。ではですね、とっくんどうでしたか？一瞬慌てましたね。一瞬慌てたね。なんか僕らの今のこの感覚からいくと、ほんのちょっとだったらやっぱちょっと希釈できるんじゃないかなっていうね、最初ちょっとお蔵入りするんじゃないかというぐらいの不安があったんですけど、これがある一定量を超えるとどうやら分離すると、いうような今結論に至っております。試しにですね、フラットイエローを希釈してみたんですけど、これはなんぼほど薄め液入れても全然分離しないので、やっぱどうやらこのゴールドリーフの特徴なんだろうなと、いう風な今結論が出ております。っていうことはゴールドリーフだけじゃないんですよ、メタリック塗料って。タミヤさんから出てるエナメル塗料がゴールドリーフを入れて2、4、6、8と11色ありますので、これら全部同じように分離するのかと、これ全部検証してみたいと思います。久しぶりじゃない？こんななんかこう右に切ってるか。切りましたね。切りましたね。これはもうぜひ楽しみにしててください。それではですね、まず順番に紹介すると、コッパー、ガンメタル、クロームシルバー、フラットアルミ、ダークアイアン（非対称）で、チタンシルバー、チタンゴールド、ブロンズ、メタリックブラウン、ダークコッパーです。緑色の帯はちょっとね、高級感のある塗料になっております。順番にやっていきたいと思います。これ量をね、最初から多めにいきます。分離するわ。そうですね。これコッパーも分離してますね。すごくないこれ。じゃあ次。はい、続いてガンメタルいきます。
ガンメタルいけてるね。本当ですね。はい、ガンメタルいけてます。次はクロームシルバーいきます。もうめっちゃ綺麗に混ざってるね。これ全然問題ないですね。すごく綺麗に溶けてます。はい、次フラットアルミいきます。フラットアルミはよくよく考えたら車でよく使ってるからですよね。あなたで困ったことないわ。全然綺麗にいってますね。なんか今んとこなってるのはコッパーだけですね。はい、続きましてダークアイアンいきます。ガンメタとかアイアンとかってつくとなんかいけるね。黒とかシルバー系はなんかいけそうな気がしている。全然綺麗だね。はいはい、全然溶けてます。続きまして高価なエナメル系でいきます。チタンシルバー。なんか大丈夫っぽいな。なんかちょっと怪しい感じもするけど、もうちょっと入れてみようか。なんかすごいいろいろうようよするけど、なんかこういうもんなんだろうね。なんかやっぱめちゃくちゃいい色だなこれ。かっこいい。素敵。はい、続きましてチタンゴールドです。これゴールドってついてるからちょっと心配なところはあるんですけど。はい、大丈夫だね。じゃあ何なんだろう。ゴールドっていうせいじゃないんだよね。色じゃないんだ。ゴールドはなんかなるかなって勝手に思ってたんだけどね。そうですね。全く問題なさそうだね。続きましてブロンズいきます。問題ないですね。ブロンズってなんか面白い色だね。本当ですね。なんだろうこれ。あんま使ったことないな。この色味はちょっと覚えとこう。これはなんか使えそう。なんかかっこいい。はい、全然分離してません。次ですね、メタリックブラウンです。この色味素敵だね。なんかもうサビ塗装みたいな。本当ですね。ね、なんか。はい、メタリックブラウンですね。全然分離せんよ。綺麗綺麗。とっくん最後になりました。ダークコッパーいきたいと思います。コッパーですからね。さっき普通のコッパーは分離してましたからね。よいしょ。コッパーってついてるからもうちょっと多めに入れてみます。問題ないね。全然問題ないです。というわけで実験結果ですが、まさかの最初に試したコッパーで全部分離するかと思いきや、2色目からはずーっとね、時間を置いても全然分離してる感じがないので、これ綺麗に混ざってますね。最後のダークコッパーまでは綺麗に混ざっています。これなかなか面白かったね。いや本当ですね。なんかやってよかったなって感じです。はい。というわけで、実験が終わりましたね、とっくん。なんかすごい面白い実験になったんじゃないかなと。今回はこのゴールドリーフを、薄め液で混ぜると分離するという噂を、検証してみたんですけど、僕らのこのね実験の中ではちょっとだったら混ざるんですけど、ある一定の量を超えると、こんな風に分離をしてしまう、という感じに至っております。で、他の塗料メタリック系で同じようなことが起きるんじゃないかっていうので立て続けに実験してみたんですけど、
コッパーが分離するんじゃないかというところで、他のはなんか綺麗に混ざってて、今もここ結構時間経ってるんですけど全然分離してないです。そうですね。ね、全然なんか使えそうな感じかなと思います。というわけで結論言えば、このタミヤさんのエナメル塗料のゴールドリーフとコッパー、この2色に関しては、薄める時はほんのちょっとの希釈にするとか、なんならそのまま使ってもらってもいいんじゃないかなと思います。で他のは気にしなくていいよという感じで、まとめてみました。こんな感じでね、特に今日は終わりにしたいかなと思います。はい、面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あとこの実験に対してのコメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。うまく言えたね。